こんにちは、アイボンです。今年ももう年末ですよ。早いね。今年私が買ったたまごっちの中で私的お気に入りランキングを勝手に作りたいと思います。今年作った買った卵動画を整理してみてびっくり。50個以上買ってるんですけど、出しすぎだよバンダイさん。そして買いすぎだよ私。反省しましたね。決算の準備で数字見てもねあんまりピンとこなかったんですけど、コレクションを出してみて実感しましたね。買いすぎだよ。それでは独断と偏見ではありますので、皆さんの見たいものが出てくるかは分かりませんが、いろいろな年代のヴィンテージ品もありますので、2025年に購入したものの中で私的ベスト10を発表したいと思います。それでは第10位から発表します。ものすごい迷ったんですよね。でも毎年必ず買ってるモデルにしようかな。今年もいっぱい限定モデルが出たと思いますが、絶対毎年買うモデルがこちらになります。豆っちロボというモデルで、オリジナルたまごっちのジェン1モデルになります。アメリカのコミコンで限定発売していたシリーズだったんですけど、日本もねここ2年くらいかな、イベントで販売されるようになりまして、とても入手しやすくなっております。とはいえ私はね今年札幌のイベントに行っても九州のイベントも家族に行ってもらいましたが買えなかったんですよ。でもなんとか手に入れました。こんな風に扉になっております。ゴージャスでしょ。いや限定モデルは全部思い入れがあるから語りたいけどちょっと無理だよねちょっと動画の都合上無理ですが、下の方に豆っち銀次ロッチ口パッチがいますよ。かわいい。今年はね限定モデルたくさん出ましたよね。限定モデルはね全部思い入れがあるからチラッとだけ。今年は大阪万博のモデルも出ましたよね。あとは落合翔平さんのモデルも出ました。今年はご当地たまごっちも出て、私は3種類ゲットしましたね。九州、関東、東北をゲットしたんですよ。東北に関しては視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。こんな感じで思い出のモデルはたくさんあって紹介しきれないんですけど、悩みに悩んで今回10位は豆っちロボとさせていただきました。では続いて第9位の発表です。第9位はじゃん、約30年前の代物たまごっち初代スケルトンブルーでございます。イエーイ。実はブルーだけ持ってなかったんですよ。意外でしょ。買いました。思い入れがあるんですよ。これには生まれて初めて手に入れたたまごっちが海外版のグリーンとこのスケルトンブルーだったんですね。なので海外版のブルーはたくさん持ってるんですけど、日本版がないじゃんって去年コレクション動画を作った時に気づいて買いました。やっぱり初代のスケルトンが一番好きなんですよね。私にとってはかけがえのない思い出のモデルなのでランクインさせました。初代マジでね面白いから。何がいいって攻略本は星の数ほど当時は出ていましたが、ちゃんと育て方を解明できてる人はいないんじゃない？ネットに出てる育て方の8割は言い過ぎかもしれませんけど、大体嘘ですからね大体嘘だった。当時ねここにうんこ8個貯めた人はシークレットになるとかさ、都市伝説作った人誰子供の頃信じちゃってたじゃんって思ってますね。でこちらは最近のたまごっちに比べると難易度は高いですけど達成感はとてもありますよ。ぜひ遊んでみてほしいモデルです。今メンゲン様用に新種発見で遊んでいるんですけど、もう2回も失敗してるんで3回目のチャレンジ中です。初代の動画作るのにね最低でも2ヶ月はかかりそうです。気長に待っていてください。それでは第8位の発表です。日本版と海外版を同時ランクインさせました。こちらになります。じゃじゃーん。たまごっちコネクションミルクティーとニコタマセットです。イエーイ。たまごっちコネクションね、去年の年末から大騒動だったやつですね。中でも今年ゲットできたモデルの中から選びました。
玉こねが発売する時にすっごい話題になりまして、バンダイさんのホームページでアンケートがあったんですよね。復刻させてほしい軽玉、円玉リストみたいなものがあって、私はもう絶対にメロンソーダといちごミルクと、あとこのミルクティー、これが復刻してほしいって思って投票しておりました。念願叶ってゲットできたよ、ミルクティー、嬉しい。で、2024年にはメロンソーダといちごミルクの復刻版もゲットできております。今年まさかミルクティーまで手に入るとはね、感無量ですよ。私はね、軽玉世代ではないので、荒沢さんの方が詳しいかと思うんですけど、今年20周年なんですよね、軽玉が。喜んでいる方も多くいらっしゃると思います。で、軽玉はぶっちゃけ私ね、あんまり遊んだ記憶がなくって、攻略も全然できてないんですよね。数年前に動画で遊んだ軽玉動画が新鮮でね、楽しかったんですが、もう20年前からこのデザインにはね、惚れ込んでおりまして、可愛いデザインを全部集めたくて仕方ない状況なんです。復刻させてくださったバンダイさん、本当にありがとうございます。玉こねはまだまだ熱いと思いますので、赤玉とかね、復刻してほしいななんて思っておりますね。裏玉とかニコ玉もね、ぜひぜひ日本でも発売してほしいですね。他にもこんなね、クローバーのモデルとかも復刻してますので、20年前に持ってた懐かしいって人はね、揃えてみてもいいかもしれないですね。そして海外からはニコ玉をランクインさせました。無類のニコ玉好きなんですよ、私。20年前の春のニコ玉とか夏のニコ玉セットとか超憧れていまして、 YouTube 始めてから本格的に集め始めております。まだ3つ4つぐらいしか集まってないですけどね。玉こねはカラー版のたまごっちよりお世話が必要になりますので、時間を止めながらじっくり数日かけて育ててみることをおすすめしますよ。8位はたまごっちコネクションでございました。なんかさ、昔のたまごっちになると熱く語りすぎちゃうよね。では第7位の発表になります。これはね、予約してから半年は待ちました。待ってる間もずっとワクワクできたし、届いたら予想以上の仕上がりで嬉しかったモデルになります。8位はこちらじゃーん、超合金のたまごっち、イエーイ。これ最高大人の高級おもちゃって感じですね。大のお気に入りなんですけど、この金のたまごっちの部分は本物の金ではないので、酸化することを恐れてね、普段は箱から出していないです。このね、ロボットだけで遊んでます。今日動画にするために久々に出してきましたよ。久しぶりだ。さすがにこれは大人になってからじゃないと買えないよね。子供の頃の自分に見せてあげたいです。このままね、棚とかに飾っておいても映えるので、最近のオタ活にはぴったりなモデルですね。ちなみに折りたま以外のたまごっちはサイズが違うので、ここには入れないようにしてくださいね。故障の原因になりますよ。このロボットモードからこんな感じで UFO モードにできるんですよ。かわいい。これがちょっとお気に入りポイントですね。でもロボットモードの方が可愛いかな。最近 UFO モードで飾ってたんですけど、やっぱロボットモードも可愛いですね。この手がね、開閉したり動いたりするのもめちゃんこ可愛いです。第7位はたまごっちロボでございました。それでは第6位に行ってみましょう。去年あたりかな、社会現象になるのではないかと私は心配しましたよ。いや、社会現象になってたんじゃないかな。入手困難すぎてこれを求める人たちの目がやばかったちょっと怖かったもんね。戦争を勝ち抜かないと買えなかったんですよ。それがこちら、じゃーん、またまた出てきました。たまごっちコネクションのナルミアキャラクターバージョンです。イエーイ。これの印象は一言で言うと大変でしたね。これ世代の人たちは絶対欲しいってモデルだったと思いますよ。めっちゃ可愛いでしょ。こちらがエンジェルブルーになります。もうパッケージまで可愛い。これがね、メゾピアノです。可愛いね、ベリエちゃん。こちらがデイジーラバーズになります。こんなモデル。最後がポンポネットになります。もうパッケージが優勝してるんだよな。可愛いですね。平成女児たちが争奪戦を繰り広げてましたね。私からするとね、
平成女児は若いからさ、もうパワーに押されてました。ケイタマも世代でナルミヤも世代だよっていうね、ドンピシャ時代のね平成女児たちが大勢いたんだと思います。これ私よく買えたよ。ケイタマコレクション大好きっ子の私としては絶対欲しいモデルだったので、もうゲットできて大満足です。可愛すぎてね普段使いできてませんが、本当にお気に入りのモデルになってます。今年たまごっちの誕生日イベントに行けた人は、これの新作のベリエちゃんモデルを買えたんじゃないでしょうか。いいなあ、私も欲しいよ。プレミアムバンダイで発売するらしいですが、また戦争の予感がしてますね。たまこねばっかりランクインしてますが、6位はたまこねナルミヤキャラクターバージョンでございました。続いて第5位の発表です。第5位はオリジナルたまごっちをご紹介します。熱いたまごっちといえば国民的ゲームおみせっちではないでしょうか。私のお気に入りのおみせっちシリーズをお見せしたいと思います。じゃーん、こんだけあります。全然たまごっち見えてないやじゃーん、一番くじで初めて自引きできましたたまごっちの A 賞。こちらもおみせっちシリーズになってます。プチプチおみせっちって書いてますね。中にはパッチくんとマメッチがいるんですよ。ガレット屋さんのパッチくんと歯医者さんのマメッチになります。かわいい。これね第4弾の一番くじにしてやっと当たりました。おみせっちシリーズはやっぱり可愛すぎますよね。人気もすごくてあっという間に売り切れちゃいました。そして予約して買ったたまごっちがこちら、プチプチおみせっちオリジナルたまごっち Like Me って書いてます。豆っち歯医者さんモデル。歯医者のパッケージまでかわいい。口パッチモデル。そして耳っちモデル。かわいいよね。この3種もデザインが斬新すぎて大好きですね。お気に入りの3つとなっております。これはねプチプチおみせっちとは書いてないんですけど、モーコナちゃんモデルになってます。じゃーん、モーコナちゃん人気もすごかったよね。これもおみせっちの人気があったからこそこのモデルがね出たんじゃないかなって思います。モーコナちゃん単体のたまごっちが出るなんてね異例なことだと思いますよね。たまっちとか口たまっち単体モデルなんてないですからね。ベビたま快挙のモデルですよ。かわいい。こちらもお気に入りのモデルとなってます。この折りたまに関しては育てるのは大変です。他のたまごっちシリーズよりお値段がお手頃なので入手しやすいんですが、難易度がアップしますからね。これを最初に買って、いや私にたまごっちは向いてないわって諦めた人がいたら、ちょっとねカラー版で遊んでみてほしいなって思います。育成動画で最も質問などコメントが来るのがこのオリジナルたまごっちな気がします。だって攻略本ないしね。30年前の初代に比べたら意外と規則性なども見つかっておりますので、当時よりは少しね優しくなっています。来年はね折りたま動画も出せたらいいなって思っております。以上、5位はプチプチおみせっちシリーズのたまごっちでした。続いて第4位を発表します。これは個人的すぎるかもしれませんが、念願の品が手に入りました。ここにございます。じゃーん、エンタマでございます。人生エンジョイたまごっち。なんと来年で20周年になります。おめでとう。この世代の人たち羨ましい。めちゃめちゃ可愛くないですか？あとね、これにたまごっちスクールとか家計簿とか、あとデカたまとかね、いろんなたまごっちと通信できてもう最高のモデルなんですよね。そして母子手帳も可愛く手帳型になってますしね。中でも私が一番好きなモデルで、新品を見つけることはもはや不可能だと思っていた、この20年間探し続けていたガッツスイミングというモデルです。今年手に入っちゃいました。去年コレクション動画をお見せした時に、これ探してるんですって言ってたと思います。これが本物ですよ。うわーテンション上がっちゃう。すごくない？いや
出会いっていつご縁があるか分かりませんよ。本当に最高すぎて言葉が出ない。もう見てるだけでニヤニヤしちゃうもんな。最高の一品でございます。この子と同期のモデルはピンクパフェと、あとブルーラムネっていうね、伝説級のモデルばかりなんですよ。それも手に入ったら私もう心臓が持たないと思いますね。思い残すことなくなっちゃうわ。この辺のモデル最近ね、新品で市場に出始めておりますが、3つ集めるんだったら10万円あっても足りません。ドヒャーだよね。いつか我が家にも来てくれる日が来たらいいな。以上、第4位は憧れのモデルエンタマでした。イエイイエイイエイ。ではいよいよトップ3に入りますよ。続いて第3位、意外かもしれないんですけど、私今年よく遊んでたモデルになります。あんまり皆さんにはお見せしてないかもしれません。第3位はじゃじゃん、オリジナルたまごっちジェン3の天使っちになります。天使っちの中でもこれ去年出たのかな、私は今年変えたんですけど、去年の年末あたりに、そうだ去年のたまごっちのお誕生日に先行発売したんですけど、売り切れてて全然買えなくて、今年になってからゲットできた最初のモデルになります。これ一番お気に入り。その後も天使っちはいっぱい出たので、最近だとこういうティアラとか、ちょっと前だとブルーとか、こういうレーシーなやつとか、ピンクのやつとか、この私の一番お気に入りと同時発売したゴールドのモデルとかたくさん出ましたね。まだ買えてない天使っちも3種類か4種類はあるので、今年天使っちは6モデルも私買ったんですけど、やっぱりね、この子を超えるモデルは今のところ見つからなかったです。本当にお気に入りでよく遊んでます。面言では初代の天使っちと遊び比べる動画を出しましたが、当たり前なんですけど、同時品よりもう動きがスムーズで遊びやすい。そして音がお気に入りポイントなんです。この音がね、嫌いって人もいるかもしれませんが、私は甲高い PP 音よりもこっちの方が音が好きでした。他のたまごっちが鉄筋みたいな音で、この天使っちが木筋みたいな音って感じ。表現するなら伝わるかな。ジェン1、ジェン2は新品でも音割れをしていてクオリティが低いって感じるモデルが多かったんですけど、ジェン3に関してはそんな印象ありませんでした。本当に天使っち可愛いので、可愛いもの好きさんにはおすすめしたいと思います。で、難易度としてはジェン1、ジェン2に比べたら少しだけ進化も早いし、育てやすいなって感じます。カラー版のたまごっちと比べるとあれですけどね。この子はいつもそばに置いて持ち歩きたくなるような可愛い子でお気に入りでした。他の天使っちのモデルも本当に可愛いですよ。来年も1月あたりに天使っち新作出ますから楽しみですね。私も予約してます。以上、3位はジェン3の天使っちでございました。それではいよいよ第2位を発表したいと思います。じゃーん、サンタクロッチのたまごっち、イエーイ。中身はここにいます。こんな感じで98年のモデルですよ。でも綺麗でしょ。ついに買っちゃったの。でも比較的安い値段で買いました。相場よりね、5000円以上安く買ってます。ありがとうございます。このモデルね、遊んでみて分かったんですけど、ちょうどいい。12月に手に入れてクリスマスまでにはちょうどいい塩梅で全キャラ攻略できると思います。この時期はこのたまごっちパラダイスの方も毎日サンタクロッチと赤花っちが画面に現れますよね。今月からたまごっちパラダイスを遊んだ人も見たことあるんじゃないですか。憧れのサンタさんと一人前のサンタクロースを目指して旅をするゲームなんです。今はね、トナニョロッチっていうのになってますが、これに出てくる赤花っちのドット絵がマジで可愛いんですよ。もう毎日の癒し、可愛いですよ。メンバーさんたちとシークレット攻略までやりましたが、クリスマス前には私は一人前のサンタになりましたし、15キャラぐらいいたかな。12月1日から始めたらね、余裕です。でも日本には攻略情報もキャラ情報もなくってわけわかんないと思いますので、ぜひメンバー生配信のアーカイブ見てくださると全貌がわかるように
謎を解き明かしてありますので、途中ねハプニングが起きて大騒ぎしてるところもセットなんですけどね、今こんなにどやってますが、遊んでる最中は大騒ぎしてましたからね、てんやわんやありました。あとね、このゲームの中には嬉しいサプライズいっぱいあって、懐かしのキャラクターとかも出てくるんですよ。本当におすすめのモデルだったので、高いんですけど機会があったらぜひねやってみてほしいなっていうモデルになります。第2位はサンタクロッチでございました。ではいよいよ1位を発表したいと思います。2025年最も私が楽しんだたまごっちナンバーワンの発表です。7月に発売してから100日以上遊んでいるたまごっちがこちら、たまごっちパラダイスでございます。イエーイ。予想できてたんじゃないかな。どうでしょうね。このたまごっちパラダイスは今年おもちゃ大賞にも選ばれていますし、クリスマスプレゼントとして最も選ばれているおもちゃでございます。ノンジェネレーションおもちゃっていうらしいですよ。すごい時代ですね。私のようなファンじゃなくても大人から子供が楽しんでいるおもちゃってことでしょうかね。ピンク、ブルー、パープルの3台7月に発売して、11月には新色のジェイドフォレストと新エリア版が発売しております。30年間の歴史の中で最も育てやすいたまごっちはどれですかと聞かれたら、私はこのたまごっちパラダイスと答えます。朝と晩だけお世話してシッターさんに預けたら、学校に行って部活もしてから帰ってきても育てられるし、お仕事から帰った後でも育てられます。すごくない？で、クリスマスから遊ぶよって人はネタバレなしで遊び方がわかる動画を作ってありますので、ぜひそちらも見てみてください。これから5台すべての完全攻略版動画を出しますが、どれを買ったらいいか迷ってるよって人の参考になればと思いますので、ピンクランド、パープルスカイ、ブルーウォーター、そしてこの新色の竹下パラダイスしなこスペシャルセット、この4色に関してはどれを買っても最初に遊べるエリアが違うだけで、レベルが上がれば陸、水、空の3種類のエリアすべて開放しますので、3エリアのたまごっちなら全員育てることができます。それぞれのカラーで出てくるシークレットキャラクターだけが違います。なので全キャラ制覇目指していたり、シークレット目的でない人は好きなボディの色で選んでも OK です。このパープルスカイと新作のパープルスカイ竹下パラダイスしなこスペシャルセットは中のデータは一緒になってます。空エリアから始まって水、陸のエリアも遊べます。シークレットもおそらく同じはずだと思います。多分ね。森エリアが追加されたこのジェイドフォレストだけが違っています。森、陸、水エリアを遊べる仕様で、空エリアは遊べません。逆に他の機種は森が遊べないんですよね。ですので2台買うよっていう人は、1台はこのジェイドフォレストにした方が遺伝とか全てのエリアを楽しめます。森にも特別なシークレットはおりますので、その辺も見どころになっております。ですので私のおすすめは、この見た目で選ぶよりも中身のキャラクターに目を向けて選定する方が長く楽しめるし、後悔が少ないと思います。私の動画をね、毎年見てる人ならちょっと耳にタコができちゃうかもしれないんですけど、言わせてください。今年発売しているたまごっちは今遊んでください。これがたまごっち界の鉄則です。今しかできない遊びが詰まっているからです。おもちゃ屋さんに足を運んでラボタマでアイテムをゲットして限定アイテムで遊ぶことや、飼育員さんと通信して限定アイテムをもらったり、最近のオタ活はアクティブに自分から出かける必要がありますからね。私も最近ゲットしたお気に入りのアイテム、うんこグッズとか、今年は旅 Vlog を作ってネクスコ東日本さん限定のアイテムももらいに行きましたね。で、タマパラ発売したばかりの時には飼育員さんからアイテムをもらう Vlog も作りました。これって今しかできない遊びなんです。恥ずかしくて行くの躊躇しちゃうっていう人もいるかもしれませんが、大丈夫です。誰もあなたが通信しにおもちゃ屋さんに行ったことを何年も覚えている人なんていません。飼育員さんは仕事なのでいちいち気にしません。なので後悔しないでくださいと言いたいですね。おもちゃ屋さんでは現在このたまごっちパラダイス売り切れている店舗もありますが、電気屋さんなどね、回って探してみてください。クリスマス商戦に向けて在庫を増やしてくださっているようですので、頑張れば見つかると思いますよ。以上、第1位は
100日以上遊んでいるたまごっちパラダイスでございました。はい、いかがでしたでしょうか。かなり詩的なランキングでしたね。その分ここでしか見れない年代ものもあったかと思います。皆さんも最初に手に入れたたまごっちって思い入れがありませんか？忘れられないたまごっちがあったらぜひコメントで教えてください。これから狙ってるねたまごっちとかでもいいですよ。今回たまごっちユニがランクインしてないよって思った人もいるかもしれませんが、それは今年まだ買ってないからです。もうね、たまごっちユニは発売から2年経ってますからね。今予約してるたまごっちユニはおそらく来週届きますので、そちらは皆さんと生配信で開封していきたいと考えておりますのでお楽しみに。それでは今年私のコレクションを見せる最後の動画だと思いますので、この動画を繰り返し見てくださると嬉しいです。それでは皆さん、良いお年をお過ごしください。またねー。